ターにとって、バーで使う氷とはどういう存在ですか？必要不可欠って絶対必要だよな。氷がなかったら、仕事できねえっていうかお店できねえし、カクテル作れねえし、酒作れねえしみたいな名脇役だよな。家庭で作った氷とバーの氷は何が一番違いますか？やっぱり密度みたいなのも違うしな、凍り方が違うから、もう溶け具合ってまず全然違うじゃない。溶ける速度っていうかな、氷や純氷っていうのはやっぱり密度の濃い氷だなって感じするよな。バーの氷はなんでその透明度にこだわるんでしょうか？透明度にこだわるっていうか、まあなんだろうな、付加価値だよな。純粋なその綺麗な時間をかけて作った氷で飲む一杯っていうのはまあ家で飲めばボトル買った方が安いみたいな感じの感覚だけどさ、バーでそのグラス氷で別にいつも飲んでる酒で味が変わるからな。今の氷の形成っていうのは、いつ覚えたものなんですか？俺じゃ自分で店やってからだね。包丁で削ったらどうかなっていうことで。氷屋さんから氷の塊で届くと思うんですけど、その氷をどのように処理して、切る工程に入るんですか？処理っていうか、きれいに洗ってから氷屋から届くじゃない、缶目で。ただそれを洗って1枚ずつビニールにくるんで、冷凍庫入れて、でやっぱり1日しっかり冷やして、こっちでもともとちゃんと閉まってるんだけど、もう一度閉め直すっていうか。氷は結構カクテルとか、ウイスキーとか提供するものによって変えてるんですか？変えてるよ。タンブラー用の氷と、ジントニックなんかで作るのも全部削ってるからさ。であとはロックアイス用っていうかロック用っていうかね、仮面体って言ったら変だけど、もう本当に無造作に切るだけだからさ。でもそれを一回作ったら、それから今度グラスに合わせていくからさ、一応すぐ使えるように、してあるからさ。仕込みでまずある程度の形に切って、提供するときにグラスに合わせてさらに2段階で。そうだね。ちょっと今日の一番核心の質問なんですけど、氷を切る時のコツを教えていただきたいんですよね。氷を切る時のコツ？はい。なんだろう、力で切っちゃダメだよな。はい。やっぱ刃物としてやっぱ刃が切れないと、やっぱり全然力で切ろうみたいなさ、こんな勢いよくとかっていうよりはサクサクサク、なんて言うんだろうな、何切ってる時と同じかな、全然違うよな。だから力入れすぎないってことかな。だからナチュラルな力でいくっていうかさ、それがやっぱコツなんじゃないかな。ステイバーチャンネル。じゃあまずさ、チョコ包帯、要は俺のうちで言ったらジントニックを作る時に必要な、要はタンブラー用の氷かな。これ3等分にするんだよね、1枚を。で裏からも表からも。そうするとこんな感じで、で今度これをまた3等分、こんな感じかな。そしたらあんまり力入れすぎずに、スッと押し切りに近いかな。でも垂直にまっすぐ切ってあげるのかな。そうするとこういう、うちでいう本当これもジントニックしか使わないけど、まっすぐ下ろすかな。本当に綺麗に。できっちりまっすぐ整えてやるっていうか、あんま力入れずに、この刃の切れ具合に合わせるっていうか、
そうするとまあこれでこう2つ、この間にうちはライムが入るような感じでジントニックを作りますね。まず縦に置く場合はこの断面をきれいに、そうするともう一切ぶれないから、でそうすると安定してまっすぐこう刃が入ってくるっていうかね、それが一番ポイントになるかもしれないな。でここで下をきれいにまっすぐまっすぐまっすぐ、そうするとどこ置いてもしっかりとこのボードにぴったりとまっすぐ当たってくれるから、これがこうブレたりしないっていうかね。ちょっとでもこうグラグラしてるとここで切るときは危ないから、まずここの下に当たる面をまっすぐまっすぐ、でもここもグラグラしないからしっかり合わせてまっすぐ、このくらいの大きさにまあ今ちょっとね、一応説明しながらだから結構削ってる、回数が多いけど、普段はもっと少なめに。だから本当に営業用のを作るときはまあこのぐらいのスピードでやらないとどんどん溶けていっちゃうから、こうやって全然冷たく感じないもんな。それはやっぱり慣れですか？慣れだね、やっぱり。ほらよく天ぷら屋さんとかも油が熱くないって言うじゃん、パーってやっても。それも慣れなんだろうな。人の手とか手の皮が熱くなるんじゃねえか。ステイバーチャンネル。そしたらまずさっきの同じようなね、この板氷を、今度4等分だね。まず真ん中に1本こう、まあこのアイスピックだとやっぱまあ基本的に研いでるからこんだけ切れるようなもんで、まあ優しくこう入れてやって、でこれも真ん中に本当に中心つくみたいなね、こういう感じで、ね、そしたら今度これを6回すよ、に削るんだけど、やっぱさっきと同じような感じで、まずしっかりこのボードにまあ面してる部分っていうのはもうきっちり、なんかガタガタしないような綺麗な面を置いてあげて、でまずこの端をね、角を取るっていうかね、でこの角を取る、こっちも角で、これはもう今度どこの面に合わせてもいいんだけどね、もう一回角取ったらもうとにかく見えるとこあんまりこう気にせず角を取ってあげる。でこれでもうなんていうのかな、もう全然いろんな形ができていいと思うんだけど、まあこんな感じで気になるところをまあ大体このくらいの形に一度作れば、今度グラスに合わせる、ちょっとこう少しつぼまったグラスみたいだったらこうやってそれに合わせていくっていうかね、グラスに。そうするとこの感じでスコーンと入っていくっていうかね。なんか正方形作っといてもいいんだけど、まっすぐ下ろすっていうのはもうとにかくポイントだからさ。まあこの状態で例えばグラスにあって本当にこうズドンとした形のグラスだったら、このまず角を
まっすぐ落としてやって、そしたら今度このまた角落としてやって、角取って、で今度この角を取って、こういうなんか割とこういった氷もまたね、ほら綺麗じゃない。こんなのもロックアイスにコーンとね、形がまっすぐなロックアイスだったらなあ、めっちゃ綺麗なあ、こういいよな。しっかりこう全部ね、面がまっすぐ落ちてるっていうかね、あんまりこう難しくないって変だけどさ、これちゃんとしっかり置いてできるから、ほんと真四角の作る延長みたいなさ。そしたらね、今度ほらちょっとこういう少しやっぱ氷作る段階でこうなっちゃってる時あるからさ、もうこれをまずまっすぐで、今度この面下にするっていうかね。そしたらまず角で、角ここもまっすぐ落として、で今度どの面でもいいから下にしてやって、今度2つ角。俺はもういつもこういう感じで、もう別に何も考えずにやってるからさ、そうすると今度こんな形になったら、今度俺なんかこういうところで切っちゃうけど危ないなと思えば、しっかり下が安定してるところに面を置いて、こういう感じでしっかりよく切れるなこれ。そうすれば多分危なくなくこういう形ができると思うんだけど、で今度もうこれで一回こんなの仕込んで、今度本当にそうだな、小さなロックアイスを作りたければ、そうね、もっともったいないけどね、こうやってやるのは。グラスに合わせてだから、グラスの形っていうのはいろいろあるから、それに合わせてそうね、こんなことやったら危ないからね、ここで指ざっくりいくからね。だからもうほんとしばらく指使えないからね。だからとにかく安定した面を、必ずこのボードの上に置いて、ずれないように、転がらないようにっていうか、グラグラしないところ、そうすればもうどんな力入れても大丈夫だ。こうまっすぐした面を、もうこれはちょっと使えないけどさ、こうやって切るんだよってことだからね、これ。まっすぐ。これ玉ねぎだったら相当薄いのできるよ、これ。こんなになっちゃったけどさ、こうやってまっすぐ下ろすってことだからね。すごいですね。ステイバーチャンネル。で今度このグラスにさ、さっき作った氷をこんな感じで、グラスに合わせてね、こんな感じでね。でもう一個はさっきのこの四角いやつ、ボーンとしたやつ。もうこのぐらいのやっぱさーんとまっすぐ落ちたグラスっていうのかな。
こういうのに例えば、まあ味気がないって変だけど、この透明なのもいいんじゃないかな、こういうのは。やっぱりグラスと氷に合った飲み物とかもあるし、だからそれに合った氷があるってことやな。ほら、どうなんだよ。なんか本当に命が注がれたみたいな感じだもんな。この俺の手のひらの上に乗っけてみようか。すごい映るっすね。映りますね。映るんですだよ。っていうのね。上手。ロックで飲むジンっていいんだね。なんか甘いんだ。ちょっと水が加わるとやっぱりこうやって傾けると本当こっちが見えるからね。ああ、目つぶってすごいですね。目つぶって飲むやつとかいるじゃん。はい。目つぶんない方がいいね、こういう氷だったらね。すごいな。あ、うまいね。やっぱり。